皆さんこんにちは、さくらです。今回は明日から友達と2泊3日で韓国旅行に行ってくるので、そのパッキングの中身をご紹介していこうと思っています。この M サイズのキャリーケースとこの L サイズのロンシャンのバッグと小ぶりなポシェットの3個のカバンで行こうと思っています。このポシェットが一番重要度の高い貴重品が入っていて、その次にこのロンシャン、スーツケースという順位でパッキングをしています。私の動画でもよく頻繁に登場しているフルラのコンパクトなポシェットです。このポシェットの中にもポシェットが入っていて、無印良品で買ったこのポーチに一番大事な貴重品、パスポートと日本円の現金をこのかわいいドラえもんのポチ袋に入れて、この中にしまっています。チャックもきちんと閉まるポーチになっているので、これは肌身離さず持ち歩くようにしようと思っています。あとはいつも持ち歩いている透明のポーチでリップだったりハンドクリームだったりが入っています。いつも使っているお財布はこっちのロンシャンのバッグに入れています。なのでクレジットカードや運転免許証はこのカードホルダーにしまっています。あとハンカチとティッシュ。韓国はトイレにティッシュがないことがあるってなんかインスタの情報で見たので、焦ってトイレに流せるティッシュを購入しました。あとこれも無印で購入した韓国で使おうと思っているお財布です。今私が使っているお財布はお札があまり入らないコンパクトなものなので、これにウォンを入れて持ち歩こうと思っています。手前のメッシュになっているところにはコイン。このコインは10年前に韓国に行った時の残りのコインです。で、あとこっちのポケットには換金したウォンを入れようと思っています。で、実はここに今過去の海外旅行で残っているフィリピンペソとあとドルが入っています。もうずっと家にあって早く清算したいなと思っていたので、多少レートが悪くなってもいいので空港でウォンに変えるなりして今回使い切りたいと思っています。そんな大した額は入ってないのかな。これは忘れずに今回の旅行で持っていきます。で、あと先日のハロウィンで義理の母がジムでいっぱいお菓子をもらったそうで、そのお菓子をもらったんですけど、あんまり飴やグミを食べる習慣がなくてずっと残っていたので、今回ね、機内とかあと空港までリムジンバスで行こうと思っているんですけど、その車内で機内で乾燥した時に消費しようと思ってポシェットに入れています。あとはここにスマホも入れる予定です。次がこのロンシャンの中身です。2日目にチャンドックンだっけ、韓国の王宮に観光しに行こうという話になっているので、大きなバッグで行こうと思っています。ちなみに機内にはこのバッグも持ち込もうと思っています。この中身はまずは折りたたみ傘、あとはこの三脚機内に持ち込まなくてもいいんですけど、軽いので、これは2日目のその王宮でチマチョゴリを着ようと思っているので、これを立てて人の邪魔にならないところで写真を撮ろうと思っています。あとはウェットティッシュですね。屋台の食べ歩きとかをするときにウェッティがあったら便利かなと思うので、結構大きいんですけど持っていこうと思います。これも普段マザーズバッグにつけているんですけど、使ったウェットティッシュのゴミをちょこっと収納できるように、こういうパリパリの生地のポーチなので汚れたティッシュでも気兼ねなく入れられるので、このゴミ箱も持っていこうと思います。あとは
モバイルバッテリーですね。なんかモバイルバッテリーは機内に持ち込んだ方がいいよって友達が教えてくれたので、機内持ち込みバッグに入れようと思っています。いつも使っているお財布と、こっちにも一応ティッシュを入れています。あと何かお買い物をした時に持ち運べるようにエコバッグと、あとはマスクですね。バスの中や機内では乾燥すると思うので、乾燥防止にも風邪予防にもなると思うので、少し多めにマスクは入れて持っていこうと思います。ちなみに前の動画でもご紹介したバッグインバッグを使って中身を整理しています。今紹介したものを入れても結構余裕があるので、こんな感じかな。結構スカスカ。今そんなに物欲がないし、そこまで散財する予定はないんですけど、でも免税店などに行ってもしお買い物をしても余裕を持って入れられるような中身になっています。なのでこれはバスや機内に持ち込もうと思っています。で最後がスーツケースなんですけど、 S サイズのスーツケースにするか M サイズのスーツケースにするか結構悩んだんですけど、お土産を買ってくることを考えたら余裕があった方がいいなということで M サイズのスーツケースを今回選びました。優秀で片方丸々開いています。なのでここにお土産を詰めて帰ろうと思っています。私のチャンネルをいつも見てくださる方だったら、ご存知だと思うんですけど、そんなにコスメを買い漁るタイプではないので、今回韓国コスメできっと衝動買いしたくなるんですけど、なるべく厳選して買いすぎないように気をつけようとは思っています。きちんと自分で消費できるだけのコスメを使いたいので、お財布の紐を締めてお買い物をしようと思っているんですけど、その代わりに韓国のお菓子をいっぱい買ってこようと思っていて、夫も甘いものが大好きなのでここに詰めて帰ってこようと思っています。10年前に韓国に行った時はまだコスメ収集癖があって、リップを10本ぐらい買い漁ってきたのかな。狂気ですよねもうそのリップも結局全然消費できなくて断捨離してしまった苦い思い出があるんですけど、この10年間でだいぶ考え方価値観も変わりました。この蓋のポケットにはティッシュの予備袋のまま入れています。あとこっちのちっちゃいポケットには生理用品を入れています。運が悪ければかぶってしまいそうなので、最低限の1日しのげるだけの生理用品を入れて持っていこうと思います。あとこっちのポケットには充電器と、あと韓国のコンセントの変換プラグを入れています。こっちの中身をご紹介していきます。まずは衣類ですね。風呂敷を使っています。2日目の洋服と3日目の洋服と洗濯して乾燥中の服を明日入れる必要があるので、それはこの風呂敷にまとめて入れようと思っています。服も下着も靴下も全部その日使うものをまとめて包んでいます。今回友達と3人で韓国に行くんですけど、お風呂の時間とかも結構バタバタなんですね。自分のお風呂の番になったらこれをガッと掴んでお風呂場に直行すれば必要なものは全部入っているので、この方法でパッキングをしています。これ最近いいなと思って購入したんですけど、無印のそのまま洗える衣類ケース、メッシュ素材で洗濯ネットとしても使える衣類ケースになっています。私だけかな。私結構大雑把な性格なんで、ホテルの狭いスペースに次の日使う衣類と自分が脱いだ服を乱雑に置いてしまって、どれが新しい靴下で古い靴下か分かんないみたいなことがよく起こるんですね。なので今回は使った下着類かな、インナー類はこの衣類ケースにどんどんしまっていこうと思っています。黒いメッシュだから中身もそんな見えないし、ちょうどいいなと思ってこちらを購入しました。
旅行から帰ってきて一番先に洗濯したいのって私は下着類なんですね。旅行から帰ってきたらまずこの袋から洗濯しようと思っています。これは2日目の風呂敷の中に入れて活用したいと思います。衣類は緩衝材代わりにもなるので下の方に入れようと思います。で、次がもうおなじみのメイクポーチです。もうこのコスメポーチ自体が私の一軍コスメなので、いつものポーチを持っていこうと思っています。あとはいつも使っているヘアブラシ、これ軽いし水洗いができるので旅行にもぴったりかなと思います。あとは2リットルの水を持っていこうと思います。ホテルにも水はあるし、韓国は日本と文化も似ているから困るようなことはないんですが、2リットル水があると安心感もあるし、毎朝たっぷり水は取るように習慣づいているので、ホテルにある水だけではきっと足りなくなると思うので、2リットルの水を持っていこうと思います。きっと夜食に韓国のカップラーメンを食べたりコーヒーを飲んだり、たくさん水は使う機会があると思うので、みんなで分け合って飲もうと思います。足りなくなったらね、コンビニもあるし、気持ち程度1本入れていきます。あとこれがスキンケアや細かいものを入れたポーチです。これは楽天で購入したポーチなんですけど、開くと中にこういう4つのポーチがついていて、マジックテープで取り外しができるんですね。ジャンルごとに分けて、これだけで洗面台に行ったり鏡の前に行ったりできるような作りになっています。今取り外したこのポーチにはスキンケア用品を入れています。いつも使っている化粧水と乳液、あとは保湿クリームも持っていこうと思います。全部小分けにパッキングするのはめんどくさかったので、今回はクレンジングだけこういう小分けの容器に詰め替えました。あとはまだ消費していないサンプルの化粧水やクリームもあるので消費してしまいたいと思っています。で、次のポーチが歯磨き粉とジッパー袋に入れた歯ブラシです。韓国のホテルには歯ブラシがないことがあるから持ってった方がいいですよって教えてくれたので、いつも使っているものを持っていこうと思います。次のポーチがビニール袋を数枚と、あとこれが産後のリアルなんですけど、母乳パッドを持っていきます。このメンバーで8月にも1泊で旅行をしていて、その時は搾乳機を持って行ったんですね。気心の知れた友達なので目の前で搾乳機で搾乳をしていたんですけど、今回はもう搾乳機を持っていくほどでもないかなということで、この母乳パッドを当てて手で絞ろうと思ってこのパッドを数枚ちょっと多めに持っていく予定です。で、最後のこのポーチにはヘアケアを入れています。ちょうどいい大きさの試供品のヘアオイルと、ホテルのシャンプーを使おうと思っているんですけど、シャンプーとトリートメントのサンプルもあったので持って行って消費しようと思います。あとはヘアアレンジするかわかんないけど、スカーフとポニーフックも一応持っていこうと思います。そのまま入ってるんですけど、ヘアピンも何本か入っています。ちょっと今回はコテやアイロンは持っていかないので、なるべくヘアアレンジをしてヘアセットはしようかなと考えています。最後、ここにもポケットがあって、ここには割り箸数本とお薬類を入れています。アレルギー薬を毎日服用しているので、そのお薬と、あとは念のため風邪薬と、あと豚腹も一応持っていこうと思っています。使わないのが一番なんですけどね。これがスキンケア用品でした。以上かな。コロナ前に海外に行ったっきりで、すごく久しぶりの海外旅行なので、何か忘れ物がないかすごく心配。よいしょ。明日最終点検をしてチャックを閉めようと思っています。
今29歳なんですけど、おそらくこの韓国旅行が20代最後の海外旅行になるなと思っていて、20代本当に海外旅行運がなくて、3回予約までして入金もしてっていう状態なのにキャンセルになったことがあって、苦い思い出がたくさんあるんですけど、今回の韓国旅行でハッピーにね締めくくれたらいいなと思っています。実はこの韓国旅行を計画したのがちょうど1年前で、妊娠9ヶ月、もうすぐで臨月っていう時だったんですけど、ずっと胃が押し上げられていて、食べ物も美味しくないし、体中のあちこちが痛いし、夜も頻繁に起きてしまう日々が続いていて、結構しんどい時があったんですね。その時にその友達に愚痴をこぼしていたことがあって、じゃあ出産して落ち着いたら一緒に旅行に行こうという話になって、その話がちょうど明日決行になります。で、夫にもこういう話があるんだけどって相談をしたところ、妊娠中はねもうどうすることもできないから、頑張ってもらうしかないけど、出産したら自分も育児に参加できるし力になるから行ってきていいよって言ってくれたので、今回はお言葉に甘えて息子を夫に預けて2泊3日で行ってこようと思っています。最大限私ができることとして、息子の離乳食の作り置きと、あと夫へのちょっとした感謝の気持ちでお野菜とかお肉をたっぷり使った作り置きはして2泊3日で食べてもらう予定です。その動画もアップする予定なので、もしよければご覧ください。生後10ヶ月の赤ちゃん、文字通り乳飲み子を預けてまで母親が娯楽に走ることについて、きっといろんな意見があるとは思うんですが、我が家でしっかり話し合って今回この旅行に行くことを決めました。赤ちゃんが生まれたら第一優先は赤ちゃんになるとは思うんですけど、でも育児って長期戦だからいつかパンクするよねっていう話を以前からしていて、お互いにたくさん趣味があるので、それは出産してから赤ちゃんを迎えてからも大事にしようねっていう話はしていました。なのでお互いがワンオペで一日過ごせるように修行しようっていう話をずっとしていて、夫も休日などを使って息子を一人でお世話するっていう練習をしてくれています。旅行に行ったり習い事に行ったりしていて、自分の時間をしっかり取らせてもらっているので、夫にも同じように自分の時間を謳歌してもらって仕事を頑張ってもらったり息子に関わってもらいたいなと思っています。きっと旅行中も息子のことが気になるとは思うんですが、でも母親である私と同じぐらいの愛情と責任を持っている夫が近くにいてくれているので、何も心配はしていません。早く寝て明日に備えようと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。今ね話したことはこんな考え方もあるんだぐらいに思ってもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。